ペロブスカイト太陽光発電を自宅につけてみたら、住宅用ペロブスが普及すれば製品の性格上、マンション用ペロブスカイト太陽光発電も出てくるでしょう。で、今回の話はペロブスカイトを設置するということはどういうことなのかを、シリコン太陽光発電設置23年の私が過去の経験から、また失敗や後悔、知らされた重たい現実から考察してみた話になります。設置実例動画と思われた方には申し訳ありませんが、というか設置する前に実際取り付けたらどうなるのか、長い設置経験から予想できることがいくつかあるのです。まず一番に、太陽光セルモジュールの発電材料が変わっただけであり、次世代太陽光としてこれから出発するということは、30年前に新商品としてデビューした京セラタケシ小シリコン太陽光パネルと立ち位置は同じだと言えるのです。次世代型とは言っても、新商品これからのデビューという意味では、昔シリコン系が出た当時と状況は同じ、つまり発芽したばかりだということが言えます。いかがでしょうか。出たらすぐにむやみに手を出すのはいかがなものかということです。次世代と言えるのは、コスパや廃棄、製造工程の簡略といった技術的なイノベーションから言われるだけで、ユーザー目線では全く同じことだと思いませんか？エアコン感覚のレベルで費用的にはつけられるものになりそうですが、そこで2番目には、安くて誰もがつけられるような太陽光発電であれば普及は早まりやすいかなとは思うのですが、まだ研究している製品のその耐用年数ですね、10年持てばいいという状態です。まだ耐用年数を表示しないところもありますし、これが10年で使えなくなってしまうようであっては、保証ですね、トータル発電コスト、これが良くないわけですよね。良くないと言っても今よりは良くなると思います。なぜかというと、例えばエアコン感覚で40万円で太陽光設備一式取り付けることができるとすれば、10年、9年10年でダメになっちゃったとします。それでも40万円を10年で割れば、発電を全部自家消費に回し、年間4万円です。年間4万円の電気代、安いですよね。ですので、10年保証で壊れちゃったといっても、そうそう損はするわけではありません。ただ、10年で壊れた後、廃棄がありますので、廃棄処分費もかかりますよね。ただ、軽量化と材料がものすごく少ないので、廃棄処分に関しても、だいぶ安く済むのではないかと思います。私が味わったほどの重たい二の舞は踏まずに済むんじゃないかなというふうには思えています。シリコン系太陽光パネルの処分費よりははるかに安いコストで処分できると言えます。設置場所にももちろんよります。屋根につける必要もないし、壁面につけたり、壁につけられるのであれば、雨漏りや屋根のようにメンテナンス費用、そういったものはあまり心配が少なくなってきます。いいことですね、そういう意味では。周辺費用がかからなくなる。メーカーによっては、パナソニックさんはガラスに搭載しようという話もありますが、これはまだちょっと話長くなるので、今回は割愛します。10年持っても損はしないかもしれないっていうことであれば、普及もあるかと思いますけど、先行しているシリコン系がもう20年保証当たり前。で、マキシオンですともっと長いですよね。40年とか保証ある中での後発組になりますんで、ペロブスカイトは。そういった場合、やっぱり20年保証っていうのがやっぱりパンチの効いた売りになるかと思いますので、2025年に10年保証でもし出ちゃって、なんて言いますか、収支計算で、これ電気代高いからやってみるかっていう人ももちろん出るかと思います。そういった人がいればこそイノベーションって発達していくので、いずれにしても20年保証っていう製品はいずれ出てくるとは思います。それからつけてもいいっていう人も出てくるでしょうし、やはりシリコン系太陽光パネルのように材料が多くて処分費がかさむであろうっていうね、そういったもの、屋根にしか基本設置できないっていうものよりははるかに使用頻度は増えるとは思います。そして柔軟性に富んでますし、屋根につける必要もないってことであれば、マンションに取り付ける太陽光発電も普及していくように思えています。またことさらに直射日光に当てなくても発電するという日陰でも発電する発電効率を持っているのがペロブスカイトの大きな特徴でもありますので、これは構造物や建物の南面にとらわれず日陰の北側でも発電するということなので、とても効率よく狭い面積であっても有効に発電ができるっていう意味で、いろんな意味で発展していくような気はしています。太陽電池を作るにあたってペロブスカイトは材料がシリコンやレアメタルなんていうものは使わないので、基本的に国内調達できる要素や鉛です。
ですので、世界の情勢に影響されずに材料が入ってきますので、安く作れるのに世界情勢で変動してペロブスカイトとんでもなく高くなっちゃったっていうことも起こりにくいでしょうし、鉛に関する危険性っていうのはこれからの課題なのかなっていうふうにも思っています。そこだけかなって気がしますね。ただ風刺材というものもこれからどんどん発展していって、耐用年数や鉛に関する危険性もどんどん軽減していくようには思います。見ていると。セレンやヒ素とか使わないので、まだいいかなっていう、ちょっと言い方悪いですけど、セレン、ヒ素とか使わないので、その辺はいいんじゃないかなって思いますよ。そして3番目に、住宅用となると、住宅で使う場合っていうのは必ずその家に目的があってつけるのが、家電品で言えば、洗濯機は洗濯するため、炊飯器はご飯炊くため、冷蔵庫は物を冷やすためっていうふうに使う目的が明確になっていますが、太陽光発電っていうのは使う目的というよりは、使うため、家電品を使うために電気を起こすというのが目的なんで、その間接的な目的でつけるのが太陽光発電設置のその特徴なんですよね。一般の家電品とは全く違った目的でつけるようになりますよね。そこはシリコン系太陽光もどんな太陽光パネルも目的は家につける場合一緒です。ですので電気が賄えるのであれば、電気を買うだけでいいと思っているのであれば、これつける必要ないとは思ってるんですよ。私の場合一度つけちゃってるので、今後いくら安くなってもつけるかどうかっていうのは分かんないです。そして、例えば40万だろうが50万だろうが、昔私が280万円でつけた太陽光パネルよりははるかに安いです。で、20年太陽年数にもしなって商品化された場合、メンテナンスや処分費含めてもかなり安いので、そのトータルの発電コストっていうのは断然安くなりますから、電気代が安くなろうが高くなろうが、これは非常にコスパのいい買い物になるかもしれません。ただ、電気は買えば賄えられますので、そこまでしてつける必要があるのかどうかっていうことは、やっぱり皆さん、自分も含めてですけど、考えなくちゃいけないっていうふうには思います。いずれにしましても、これ、住宅用は先行なかなかしづらいと思っています。なぜかというと、まず最初に進んでいくのは公共施設ですよね。公共物、鉄道、道路、駅、バス停、川、海などの沿岸沿いとか、そういったところに、先行してどんどん発展していくんじゃないかと思います。正直言わせてもらうとその方がいいです。私個人の意見としては。三井不動産レジデンタルが先んじて住宅用を開発しますというふうに2023年今年の10月に発表しましたが、後発組の声がまだ聞こえていないということは、他のメーカーさん、研究開発は鉄道、道路、駅、バス停といったところに目が向いているというふうにも思います。コンビニエンスにも徐々に試験的につけているところはありますが、住宅用はまだちょっと早いのかなって気がしてます。2027年あたりにやっともしかしたら住宅用ペロブスカイト太陽光発電の設置がデビューされるのかなというふうな気はしています。その時に、この動画が参考になればと思いまして、私の失敗や味わった知らされた重たい現実などを味わわないためにも一つ参考にしていただければと思い動画を作ってみました。いかがでしたでしょうか。参考にしていただけましたでしょうか。もし参考になったと思えた方はぜひいいねボタン、またよろしければチャンネル登録お願いいたします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。ではまた。